皆さん、こんにちは。優しい日本語、ポッドキャストの時間です。デイビです。皆さんは、日本でタクシーに乗ったことがありますか？日本のタクシーは少し値段が高いです。だから、あまり乗らないかもしれませんね。でも、電車がなくなった時や、荷物がたくさんある時は、とても便利です。それに、時々、タクシーに乗ると、面白い出会いがあるかもしれません。今日は、私が経験した、そんな少し特別な夜の話をしたいと思います。今日のテーマは、タクシーの運転手さんとの忘れられない会話です。その日の夜、私は大学の友達と少し遠くの町でご飯を食べていました。私たちは卒業論文のことでたくさん話すことがありました。将来何をしたい？国に帰る？それとも日本で働く？話はとても盛り上がって、私たちは時間をすっかり忘れてしまいました。レストランを出て、駅まで走りました。でも、駅はもうとても静かでした。駅の電光掲示板には、赤い文字で、本日の運行は終了しました、と書いてありました。最後の電車、つまり、終電は、たった5分前に出てしまった後でした。どうしよう。友達は駅の近くに住んでいますが、私の家はここからとても遠いです。歩いて帰ることはできません。その時、駅のロータリーに1台だけタクシーが止まっているのが見えました。まるで映画のようでした。助かった、と心から思いました。私はタクシーに乗りました。ドアが静かに自動で開きました。運転手さんは白髪のとても優しそうな顔をした男性でした。私は彼に家の住所を伝え、お願いしますと言いました。タクシーは静かに走り始めました。外はもう真夜中で、街の光が窓の外を流れていきました。最初は運転手さんも私も何も話しませんでした。タクシーの中にはメーターの小さい音だけが聞こえていました。5分くらい経った時、運転手さんがバックミラーで私を見ながら静かに話しかけてきました。お客さん、学生さんですか？お話を聞いていると、ずいぶん日本語がお上手ですね。私は少しびっくりしましたが、嬉しかったです。はい、大学で勉強しています。でも、まだまだです。いやいや、素晴らしいですよ。お国はどちらですか？これは、日本で外国人が本当によく聞かれる質問ですね。私は、アメリカから来ました、と答えました。すると運転手さんは、へえ、アメリカ、広い国ですよね。私は昔、映画で見たニューヨークの夜景が忘れられません。いつか行ってみたいですよ。どうしてまた、日本で勉強しようと思ったんですか？と、優しく笑いながら質問を続けてくれました。彼の話し方はとても穏やかで、私は自然に自分のことを話し始めていました。日本の文化に興味があったこと、大学で何を勉強しているか、そして今度は私が運転手さんに質問しました。このお仕事はもう長いんですか？夜の運転は大変じゃないですか？運転手さんは
少し考えてから、こう言いました。もう20年以上になりますね。夜の運転は確かに疲れることもあります。でもね、私はこの仕事が結構好きなんですよ。毎日いろいろな人と話せますから。いろいろな人ですか、と私は聞きました。へえ、お客さんのような若い学生さん、デートに行く楽しそうなカップル、飲みすぎてしまったサラリーマン、病院に行くおじいさん、おばあさん、毎日がドラマのようです。人の人生を少しだけ見ることができますからね、と彼は言いました。そして、運転手さんはもっと面白い話をしてくれました。実はね、私にはこの仕事をしながら続けている秘密の趣味があるんですよ。秘密の趣味ですか？どんなことですか？私はとても興味を持ちました。写真を撮ることです。私は少し驚きました。タクシーの運転手さんの趣味が写真。なんだかとてもかっこいいと思いました。何を撮るんですか？綺麗な山の写真ですか？それとも可愛い動物の写真ですか？すると、運転手さんはとても優しい声でこう答えました。私が撮るのは空です。このタクシーの窓から見える毎日の空です。空ですか？はい、仕事が始まる時の夕方の空。お客さんを待っている時の真夜中の星空。そして仕事が終わる時の朝の空です。彼は本当に楽しそうに話してくれました。毎日同じ道を何度も通っています。でもね、空の色や雲の形は一日として同じ日はありません。赤い夕焼けの日もあれば、全部灰色の雨の日もある。同じ空は二度と見ることができないんです。それを写真に撮るのが私の小さい毎日の楽しみです。孫にじいじの空の写真、綺麗だねって言われるのが一番嬉しいかな。私は彼の話を聞いてとても感動しました。毎日同じ仕事をしていても自分で楽しみを見つけて毎日を特別な日にしている。私も毎日忙しいだけで空を見上げることを忘れていたなと思いました。そして私の家がもうすぐ着く頃、運転手さんは私にこう言いました。お客さんももし日本で勉強していて寂しくなったり国に帰りたくなったりすることがあったら空を見てください。アメリカの空も日本の空も同じ一つの空です。つながっていますからね。そう思えば少しは寂しくなくなるかもしれませんよ。その言葉は魔法のように私の心の中にスーッと入ってきました。そうだ、私は一人じゃないんだ。遠くにいる家族も友達もこの同じ空の下で生きているんだ。そう思うと胸がとても温かくなり、涙が少し出そうになりました。タクシーは私のアパートの前に着きました。私はお金を払ってタクシーを降りる前に運転手さんに言いました。運転手さん、本当にありがとうございました。家まで送ってくれてありがとうございました。そして素敵な話をありがとうございました。私も明日から空を見てみます。運転手さんは頑張ってくださいねと本当に
優しい笑顔で言いました。電車がなくなって、最初は最悪だと思いましたが、このタクシーに乗ったおかげで、私の人生で忘れられない、とても良い夜になりました。たった30分くらいの短い時間でしたが、それは私にとって大切な宝物のような出会いでした。皆さんも、もしタクシーに乗る機会があったら、少しだけ勇気を出して、運転手さんと話してみてください。もしかしたら、あなただけの素敵な物語が始まるかもしれませんよ。それでは、今日の優しい日本語、ポッドキャストはここまでです。また次回、お会いしましょう。さようなら。